こんにちは、あつです。今回は私のちょっと独特かもしれないオンライン英会話の使い方についてお話ししていこうと思います。この前私が友人とオンライン英会話の話をしていた時に、私の使い方についてちょっとお話をさせていただいたんですね。で、そうすると、私の友人が、なるほど、そういうオンライン英会話の使い方あるんだっていうふうに言ってくれて、もしかしたらちょっと自分独特な使い方してるのかもしれないなと思って、ちょっと動画でシェアしようと思いました。で、オンライン英会話やってる人多いと思います。で、私もですね、よくコラボさせていただいているキャンブリーというプラットフォームを使ってオンライン英会話やっているんですけれども、私も含め多くの方がですね、実際に話す練習をするためにオンライン英会話プラットフォームを使っていると思います。ただですね、私が今回ご紹介するちょっと独特な使い方っていうのはですね、オンライン英会話を Google 的にサクッと使うっていうのがですね、私のちょっと普段からやっているオンライン英会話の独特な使い方です。Google 的にサクッと使うっていうのはどういうことかっていうと、何か英語に関する疑問があった時に、もちろんインターネットでググったりするんですけれども、それでもなかなか分かりにくいもの、例えばニュアンスとか、この国でこの単語は使われているのかとか、そういったことに関してなかなかググっても分かんないことってあるんですね。そういった時にまるで友人に電話をかけるかのように、オンライン英会話のアプリを開いて自分のスマホでかけて、でその先生にその質問を投げかける、そして答えを得るっていうのをよくやっています。で、例えばなんですけれども、私が今ちょっと知りたいなと思っているのは Pick up という言葉に関してです。Pick up っていうのはオーストラリアでかなり私がよく仕事で使っていた言葉なんですけれども、 That's a nice pick up That's a nice pick up みたいな感じで、いい気づきだね、つまり observation と同じような使い方で使われる pick up です。なので名詞ですね。例えばなんかミス見つけましたっていうふうに部下が言ってきたら、 Oh, that's a nice pick up, thank you っていうふうに言うわけですね。ただですね、この pick up っていう言葉はそもそもアメリカでは使われているんだろうかっていうのがちょっと気になっているんですね。で、インターネットで調べたんですけど、あまりわからなかったので、それをちょっと聞きたいなっていうふうに思っています。他にも例えば tick off っていう言葉、これもよく使いました。 tick off で、tick off っていうのはいわゆるチェックボックスって日本でいう四角いのありますよね。で、あれにチェックを入れることを tick it off っていうふうに言うんですね。なので何かが終わった時とかに ticked とか言ったりもするんです。ただアメリカでは tick ではなくて check を使うことが多いっていうふうに聞きまして、実際にそれはそうなのかなっていうのをですね、アメリカの人に聞いてみたいなっていうふうに思っています。なのでこういうふうに何か知りたいなって思った時にどうするかっていうと、ちょっとググるんですけど、それともわからない場合に、じゃあこのオンライン英会話を使って聞いてみようっていうふうにするんですね。なので今実際にやってみようと思うんですけれども、キャンブリーのアプリをあるんですけど、これを開きますよね。で、開いて、こういうトライポッドとかにこうやってさってつけて、で今、その人がですね、誰が available かっていうのが出るんですね。でその人にパッて適当に選んで電話をして質問をするっていうのがですね、私のスタイルです。で、今外に出ることとかあんまり多くないかもしれないんですけど、私はカフェで勉強していたりとか、カフェで英語に触れている時に何かしら疑問があった時に、よくキャンブリーの先生にその場でエアポッドつけてスマホをちょっとこうやって立てて、でそのキャンブリーのアプリから先生にランダムコールして質問して答えて、で次に進むっていう、そういうねサクッとした使い方を結構私はオンライン英会話してたんですね。なのでオンライン英会話っていうとすごいフォーマルに何時からやるためにその前にかなり準備してそれが始まるのを待ってっていうような、そういうイメージあると思うんですけれども、もちろんそれもとてもいいやり方の一つではあるんですけれども、こういった使い方もあるよということで皆さんにオプションとして提供できればなと思っています。で、今からですねこれ、オンライン英会話の先生に連絡して、ちょっと今の1つ目がピックアップですよね。で2つ目がチェックオフですね。アメリカとか、北米系の先生を探して電話して聞いてみようかなというふうに思います。じゃあこれからちょっとねアメリカ人の先生を探して質問しようと思うんですけれども、はい、じゃあカリフォルニアの先生がいましたんで、ちょっと聞いてみようと思います。Hello. Hello. How's it going?
Good. How are you doing? I'm very good. I'm very good. Okay, so I've got two questions today, right? So the first question is about the word pickup. Pickup. Okay. Pickup. Pickup. Yes. So I was in Australia for 7 years, right? And I was working as an auditor for like 5 years. And I heard this word pickup so many times at my workplace. So, for example, when my junior finds a mistake in the report, what I would say is, oh, that's a nice pickup. That's a nice pickup. So what it means is, that's a good observation. Or, you know, Right. you did a great job because you found a mistake. So that's a nice pickup. So that's what I would say, right? Ah, But I was wondering if this is an Australian thing or not. interesting question. Um, Actually, I've never heard it used that way. Mm. So at least in California, oh, I wouldn't use it in that context. So maybe it is an Australian thing, or as often happens in one country, uh, people use different terms and expressions from one part of the same country can be very different to another part of the country. Mhm. So for me, that's interesting. You're teaching me something new. Um, How would you use the word pickup? um, Probably if it's not uh, as a phrasal verb, um, Mm. the literal idea of picking something up. Yeah. Probably maybe with language. When we pick up a language, which we mean that we haven't maybe not studied it um, specifically, but we learned it just by maybe living somewhere, like you maybe your time in Australia. Right. So that's how I would use pick up maybe Got it. to pick up a language. But only as a phrasal verb. Usually, Okay, that's interesting. So that's the first question, okay. right? And I've got another question, which is tick off. The word tick off. So tick off, tick off. Yeah. Okay. So in Australia, how I use the word tick off was like ticking off the tick boxes, right? So you've got your to-do list and you've got like a number of boxes there and you tick them off, right? Right. And the other day I was having a chat with my American friend and he said, I have never heard of tick boxes. I'd call it checkbox, like check boxes. And he said he would say, like, check them off instead of tick them off. Yeah. Same. We wouldn't use tick off. Um, in fact, when you said it, Yep. what it reminded me of is what we often say when we say someone is ticked off, we mean that they're mad, that they've been provoked, they're angry, they're ticked off. Yeah, and so as your friend said, we would probably say check off. If I have a list, I'm checking. I wouldn't tick it. But it's interesting when you start to compare these, and it is very surprising sometimes what it means for one person and something totally different for someone else. Because feeling mad is completely different from, this action of Yeah, taking it off, exactly. right? So it's all over the place now. All right. Thank you so much for answering my questions. No, thank you. Really appreciate it. I'll talk to you soon. Okay. Okay, bye-bye. Bye. はい、ということで今回はこうやってサクッとですね、キャンブリのアプリを使って、ネイティブの先生に電話して、ピックアップとテイクオフのこの2つについて聞いてみました。このようにですね、サクッと本当にネイティブに質問することができまして、ちゃんとね、準備してオンライン会話をやるっていうのもとてもいい方法だと思うんですけれども、たまにこう質問があるときに、好きな時にパッて電話してパッて聞いてで前に進むと
いう使い方もありなんじゃないかなというふうに思って、オプションとして、今回このように、共有できたらなと思って動画を作りました。少しでも参考になれば、幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。